皆さんこんにちは、大阪にあります中華空心の大沢と申します。今日はですね、シンプルな唐揚げなんですけども、お家でカリッとジューシーに美味しく仕上がるような、唐揚げを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、今日はね、鶏もも肉ですね。はい。じゃあ鶏もも肉のね、下準備をしていきたいなと思います。はい、じゃあちょっとね、まずね、火の通りをね、均一にするようにね、ちょっとね、分厚いところを開いていきます。こんな感じですね。はい、それとね、筋ですね。筋があればちょっと切っておいてください。はい、それをね、一口大に切っていきましょう。はい、切れた、鶏肉にですね、今日の一つ目のポイントですね。はい、ちょっとね、ネギと生姜の水を作っていきたいと思います。はい、これはですね、白ネギの頭の部分ですね。それと生姜の皮。ちょっとね、包丁で潰して香りが出やすいようにしておいてください。はい、こんな感じですね。はい、じゃあこれをですね、手でしっかりと揉んでいきます。このお水にですね、生姜とネギの香りをしっかりと移していきます。はい、こんな感じでね、生姜と香りとネギの香りがね、移ったお水が出来上がりました。はい、それをですね、この鶏肉に入れていきます。なぜこれを入れるかと言いますと、ネギと生姜の香りでね、この鶏の臭み消しプラス揚げた時にね、すごくジューシーに仕上がりますので、大さじ3杯ぐらいですね、入れてください。で、今この鶏肉にこの水分がある状態なんですけども、これをよく揉み込んでいきます。はい、先ほどね、水分がいっぱいありましたけども、このようにお肉がね、このソンジャン水、ネギと生姜の水を吸ってですね、香りよく仕上がることになります。はい、そこにね、鶏肉の下味ですね。はい、じゃあまずはね、お砂糖小さじ1杯で、お塩ですね、お塩さじ半分。はい、そこにですね、はい、濃い口醤油ですね、日本の濃い口醤油。はい。で、お酒ですね、お酒は一回し。はい、こういう感じですね。はい、ここにね、ちょっと香り付けのごま油ですね、ごま油。はい、でここでね、もう一度しっかり揉み込んでいきます。はい、でここでもう一回ね、水分が全部入ってるかしっかりチェックしてください。ここでね、あんましね、びちょびちょの状態ですとね、揚げる時にね、天ぷらみたいになってしまいますので、水分があまりないしっかり吸った状態ですね。はい、そこに全卵ですね。全卵1個分ですね。はい、こちらもね、卵をしっかり吸わしてください、お肉に。これがね、唐揚げがね、柔らかくジューシーに仕上がるポイントです。はい、この時もね、こう卵がね、こう下にドロドロあるような状態じゃなくて、これもギリギリ吸ってるか吸ってないかぐらいの感じですね。ちょっとこの周りの卵に、薄力粉と片栗粉を吸わして美味しい衣になるっていう感じですね。
こういう感じ。はい、でそこに薄力粉ですね。薄力粉、はい、で薄力粉と同割りの片栗粉ですね。はい、こんな感じですね。はい、じゃあね、先ほど衣をつけた唐揚げですね、揚げていきたいと思います。じゃあ揚げる直前にね、もう一度片栗粉をねちょっとだけまぶしますね。はい、で油の温度は今160度ぐらいですね。少し低めの油。で今は160度ぐらいなんですけども、こうだんだんね温度を上げていきます。最終的にはね180度の油で揚げる感じですね。はい、あとねこの油のね音もねよく聞いておいてくださいね。今はねこの水分の多い音ですね。それがねだんだん軽い音に変わってきますのでね、この泡の見た目とこの油の音と徐々にね中までしっかり火を通していきたいのと、高い温度から始めてしまうとねどうしても表面だけ固まってしまって、中までねしっかり火が通らないのと、やっぱりお肉っていうのはね徐々に温度を上げていくとかね美味しいので、だんだんねこう唐揚げもねこう浮いてきたらねもうすぐですよっていうあれですね、証ですね。さっきよりねこの泡の感じもねこう軽い感じになってきました。はい、でね今この状態で今まで8割ぐらいですね火が通ってきました。こういう感じですね。じゃあね8割ぐらい火が通ってきましたら一度揚げます。はい、このね、今8割火が通ってますけども、今ゆっくりとね余熱で火が通っていっている状態ですね。はい、でじっくりじっくり今火が通っていってます。でその間にね、油の方は180度から190度ぐらいのね高温にしておきましょう。はい、なんでね唐揚げがね、べしゃべしゃっとなってしまうかというと、今この中の水分がもう一回外に出てこようとしてるんですね。はい、で今ここでしっかり休ませることによって、今出た水分を最後2度揚げすることによって無駄な水分が飛んでカリッと仕上がりますので、この待ち時間っていうのがね非常に大事ですね。はい、じゃあね油がね今180度ちょっと高いぐらいの感じですね。このお箸の菜箸を入れた時にこの泡がこうブクブクブクっと出るような感じですね。これがね180度よりちょっと高いかなっていう感じですね。はい、じゃあそこにね先ほどの休ました唐揚げを入れていきます。で今先ほどにねこの泡がいっぱい出てますね。この泡は何かといったら中の水分が外に出てきてたっていう水分なんですね。これを最後高温でしっかり飛ばしてあげることによってカリッと仕上がります。はい、これでね、揚げ上がりですね。もう泡がなく軽い泡になりました。本当にね表面がねもうサクッとしてますね。はい、今日はねシンプルなね味付けなんですけども、もちろんここでね山椒塩ですとか、油淋鶏のタレですとか、甘酢に絡めたりですとか、本当にシンプルな分本当に何でも応用の利く唐揚げなので、すごく
美味しく召し上がっていただけるんじゃないでしょうか。